メカ、チャット GPT にね、毎朝7時に最新ニュースをまとめておいてってお願いを予約できるのを知ってた。知ってるよ。それ定期タスクっていう機能なんだ。朝起きたらその日の予定とニュースがスマホにもう届いてる。そんなこともやってほしいことと時間を先に伝えるとチャット GPT が自分で実行して結果を届けてくれるんだ。じゃあ私が見てなくても勝手に動いてくれるってこと？そういうこと。今日はこの定期タスクを何ができてどういう仕組みで動いて初心者は何から使えばいいか優しく解説するよ。 AI が自分から動くってどういうことかすっきりわかるはず。まずは定期タスクってそもそも何？ここから予約っていうとレストランの予約みたいな感じ？イメージは近いよ。普段のチャット GPT はこっちが話しかけて初めて答えるよね。定期タスクはいつ何をしてほしいかを先に登録しておく。その時間が来たら向こうから動いてくれるんだ。へえ、具体的にはどんなことを頼めるの？大きく3つ。1つ目は一度きり。半年後にパスポートが切れるよって教えてもらう。2つ目は繰り返し。毎朝ニュースを3つだけ要約してとか。3つ目は見張り。商品の値段が下がったら教えてみたいに変化があった時だけ知らせてくれる。それ全部秘書さんの仕事じゃん。すごい。しかもね、パソコンを閉じていても向こうのコンピューターで時間になったら動いて通知かメールで届く。実はこの機能2025年の初めからあって2026年6月のアップデートで中身が新しくなってまとめて管理できる画面もついてぐっと使いやすくなったんだ。整理するとこう、どれも共通してるのはいつ動くかを先に決めておくこと。ここがポイント。次はなんで AI が自分から動けるのか。でもさ、AI が自分から動くってついに意思を持っちゃったってこと？ちょっと怖いかも。そう思うよね。でもそこは安心して、意思を持ったわけじゃないんだ。仕組みはすごくシンプル。よかった。その仕組み知りたいな。まず目覚まし時計を考えて朝7時にセットしておくと時間が来たら自分で鳴るよね。あれと同じで定期タスクにも時間になったら動き出す時計の役目がついてるんだ。でも目覚まし時計は鳴るだけだよね。ニュースのまとめはできないよ。いいツッコミ。だからもう一人登場させる。秘書さん、時間になったら頼んでおいた調べ物をしてはいできましたって報告してくれる。時計が秘書さんを起こして秘書さんが実際に手を動かす。この組み合わせなんだ。なるほど。時計で起きて秘書さんが動く。それなら意思がなくても動けるってこと。そこなんだ。ただ人間の秘書さんは気を利かせて自分で動くこともあるよね。でも AI はそこが違う。近いのは自動の水やり機。朝6時に水をやってと設定したから動くだけ。何をいつやるかを決めてるのは全部人間なんだ。そっか。動くのは自分でも目的を決めてるのは私たちなんだ。それなら怖くないね。仕組みをまとめると3つ。時計で起きて道具を使って実行して結果を届ける。そして目的を決めるのは人間。ここが一番大事だよ。ここで正直なところ、これ本当に使えるの？便利そう。早速いっぱい設定してみようっと。ちょっと待って。便利なんだけど正直癖もあるんだ。先に知っておいた方がいいよ。まずたまにちゃんと動かないことがある。実際うまく実行されないって声もあってまだ完璧じゃないんだ。それと集めてくる情報が時々古い。新しいニュースのつもりが前の話が混ざることもある。古い情報が混ざるのは困るな。だから大事な情報は鵜呑みにしないで一目チェックするのがコツ。あとたくさん設定すると通知だらけになる。それに同じタスクの繰り返しは最短で1時間おき。秒や分刻みの速報には向いてない。そしてこの機能今のところ有料プラン向けなんだ。結構気をつけることあるね。連携とかは大丈夫なの？いいところに気づいたね。メールやカレンダーとつなげて使えるけどそこを狙った手口も
研究で見つかってる。届いたメールの中に AI への悪い命令をこっそり仕込んでおく。プロンプトインジェクションっていう手口だね。だから必要な時だけ繋いで、普段は切っておく。これが安全だよ。じゃあ最後、初心者は何から使えばいい？おすすめはまず1個だけタスクの画面を開いて、毎朝気になるテーマのニュースを3つだけ要約してって頼む。これが一番失敗しにくいよ。いっぺんにいっぱいじゃなくて1個からなんだね。そう、それといきなり毎朝にせず、まず1分後に動かしてみて、ちゃんと動くか試すのがコツ。うまくいったら毎朝に切り替えればいいんだ。これってチャット GPT だけの話なの？実は Google のジェミニも自分から動く機能を持ってる。毎朝その日にやることをまとめてくれるんだ。ジェミニもあるんだ。マイクロソフトのコパイロットにも似た機能がある。つまり業界全体が AI が自分から動く方向に進んでる。自分から動く AI はこれからの当たり前になりそうだよ。まとめるね。定期タスクはやることと時間を予約するとチャット GPT が自分で実行して届けてくれる機能。でも自分で動けても何をいつやるかは決めるのは人間。ここだけは忘れないでね。賢くなったというより動けるようになったんだね。うまいこと言うね。便利だけど情報が古いこともあるし、連携は必要な時だけ。そこだけ気をつければ毎日がちょっと楽になるよ。よし、私も毎朝のニュースだけ1個予約してみようっと。というわけでチャット GPT の定期タスク、 AI が自分から動く仕組みのお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ためになったらチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいな。聞きたいことはコメントで待ってるよ。メリノちゃんでした。